ぱりこうシングルベッド2台の場合はね、ベッドルームっていうのはシンメトリーに作るっていうのが基本だから、2つにすることによって両サイドっていうかこう左右対称に作りやすいでしょ。くっつけてるよりは絶対こっちの方が、ベッドルームの作りとしては可愛くなります。愛様ってこの方はちょっと今ねたまたまこうやり取りしてて、急に小島さんにポンポンポンと写真を送りつけてもういっぱい質問もらってたからね、YouTube ライブ内でちょっとご説明しますって言って、先生がまずこのベッドルームの写真もらって、でご本人もそのピンクのね、この、カーテンと、それとちょっとこう白のフレームのベッドで、なんかすごいラブリーになっちゃったから、こうシャンデリアもこんな感じだし、もう、このベッドをこう買い替えようかなとかいろいろおっしゃってて、でこの大人気のほらこれ一番に買ってもらってるんですよ、ハチドリでもねここにピンクでちょっと可愛すぎる、言ったらちょっとラブリーな感じですよね。でちょっとベッドルームはやっぱりこのね2つ話してくださいって、これはバーチャルじゃないんですよ、本当に話してください。でやっぱりこうシングルベッド2台の場合はね、ベッドルームっていうのはシンメトリーに作るっていうのが基本だから、2つにすることによって両サイドっていうかこう左右対称に作りやすいでしょ。くっつけてるよりは絶対こっちの方が、ベッドルームの作りとしては可愛くなります。で私が提案したのはこれとそれとこれで、これはご主人様、これは今の2つのベッドの片一方側それぞれ違うデザインなんですか？違うデザイン。ご主人様の方にちょっと男性やからね、ちょっとこうシックな色のこれ鍵なんですけど、これをでもね基本はやっぱりちょっとお値段高いんですけど、これ揃えてもらいたいんですよ。この布団カバーとここにこれがあるっていうのでもう全く変わってくるから。それで先ほどの Y 様とここ白やったでしょ。だからグレーとかに塗られてもいいのかなとは思ったんだけど、それにしてもここはしっかりと作ってもらいたいんです。それでクッションに2個ぐらい置いてもらって、それでこれがだから奥様用ね、でそれもう1個これでもいいですよ。ピンクお好きなんやからね。だからピンクっぽくなりましたって言ってどうしようっておっしゃる割にはピンクのハチドリね買ってもらってるからピンク好きやと思うから、だからご主人の方をシックにしたら、奥様の方はちょっとベアトリスさんのピンクするの子供っぽくならないから、ピンクにしてもらったらいいかなと思って、こちらだからこれでもこれでもいいですよっていうふうに提案しました。そしたらまた売り切れてしまってはい入荷しますかっていうご質問いただいてたんですけど、だから入荷はできないんですよ。だからもうこっちはちょっと可愛いけどこっちはシックみたいな感じで作ってもらったらいいかなと思います。であと質問もらってたのはね、うちの掛け布団が、ワイドシングルで 170×230 でした。はい。で布団って大体200なんですよ。ここからかけるからね、ものすごいしてるの。もう大谷君とかやったら足りないか分かんないけどここから首からかけるから200で結構大きい男性でも全然いけるんですよね。だって頭の首の下から肩からが200以上の人いないでしょ。でワイドシングルで 170×230 でした。 150×220 のベアトリスさんの黒白のチェックの布団カバー、これですね。このチェックの布団カバーに入れたら丸まってしまうかなって、丈は230が220でも羽毛布団だったらいけると思うんですけど、150の方に170入れるとやっぱりちょっとあれかなと思って、それでねこれ買っていただいた時に日本みたいに紐ついてないんですよ。ベッドのシーツの四隅紐ついてます。でお布団にこうプッとループがあってそこに結びつけるようになってるでしょ。それでそれがついてないから最初お直し屋さんにこれねつけてくださいって言ったら1枚いくらですかって言ったら高かったんですよ。やっぱ開けたりそんなんするのも手間でしょ。それでまたそれを大量にそこにいく
くっていうのもあれやし、もう私がやろうかなと思うぐらいの感じだったんですけど、それでもう自分でつけてくださいって言って、これぐらいの紐をね、4本一緒につけてるんです。だけどどなたもつけてらっしゃるので、丸まらないんですよ。このシーツのこの布団カバーの素材がいいから。だから普通よくほら要するにつけとかないとくるくるってなるでしょ。うざいよね。全くならない。でそういえば私も使ってない、全然つけてないわと思って、ベアトリスさんのは。はい、何の話かそうになったから、とにかく170の、お布団を150に入れるとちょっとやっぱり気になるかなと思うんですよ。それだったら190の方をダブルなんですけどね、買っていただいてお直しする。丈10センチぐらいは大丈夫かなと思うんで、その方がいいかなと思いますので、かなりこの、ダブルの方はこれ2個ずつついてるんですよ。この枕カバーだからあれです。これをもし、シングル用にダブル2個買ったら、これが8つにもなっちゃうでしょ。そうそうだから、それいくらなんでもあれだから、ちょっとそこはね要相談ということで、これだけ欲しい人もいるんですよ。シングルだけど、シングルのお布団カバー使ってるけど150のベッドなんですよみたいな、この間これね単品で手に入りませんかってお願いされてるんですね。それでちょっとベアトリスさんに聞いてみますねっていうふうに言ってるんで、それだったらそちらの方にお渡しするような感じでできるので、これを個別にもし本当にあれだったらやっぱりダブルを買っていただいて、枕カバーとこのクッションが1個ずつになるように、価格を計算してあれするようにしますので、おっしゃっていただいたらいいかなと思います。これオプチェのねランプつけてもらってるんですよね。で私はここに、ベージュフロールを敷いて、ここはやっぱりタピンにしてくださいって言ったんですね。手前言ったんですけど、なんかねワンちゃん猫かな、ごめんなさい忘れたけどいるから、ワンちゃんかないるので、なんかカーペットとかちょっと心配ですっていうことなんですけど、ベアトリスさんのさっきのねタピン全然こう畳んでお洗濯出せるから、はい、それで一番最初に行ったお家あるでしょ、ルームツアーで家にグリーンのやつ引いてもらってたと思うんですよ。これちょっとどっか映ってなかったかな。ここちらっと映ってる、これね何遍も家で洗ったんですって。この子たちがもうほんと汚すから。そうですね、僕たちもいてるの。そうだから粗相大きいからしないかもわかんないけど、何度もやったよって言って大丈夫なんやと思って、いやでもクリーニングに出しても全然いけるかなと思いますけどね。本物っていうのはやっぱり傷んでもおかしくない。だってエスニックラフトのね革のソファー、猫ちゃんの湯とかガーしてるし、それから何だったか、この間何言ってたか、ワンちゃんが何したって言ったかな。もうでもお手入れしたらね、結構なんていうか傷はそんななくなったりはしないけど、それはそれでねおかしくないんですよね。だからこの間から3人ぐらいこのテーブルの上にナイロンを敷いてらっしゃる方のナイロン剥がさせたんですよ。剥がさせた。いやもうでもね、剥がしてもらってそれだけでお部屋素敵になったから、でやっぱりすごく素敵だし、それからやっぱりこう高価なねの買われてるから、無垢の木のね、だからやっぱ傷つきたくないっていう気持ちよくわかるんですけど、でもなんでしょう、そのナイロンを敷いた状態でご自身があんまりなんていうか気にならなかったらいいんですけどね、なんかって思うのって、そこに思い当たらなくっても絶対なんかそういうのって入ってるんですよ。でね、やっぱり撮ってどうでしたって言ったら素敵になったっておっしゃってたから、で考えようによったらね、そしたらガーって傷とかできて、それであと輪染みできるんですよね、ちょっとアンティークとかだったら。だからそれもでも熱いもの置かなかったら大丈夫で、でもマット置いて普通にマット引いて食事されてるっていうことだったから、いやもうそれだったらもう熱いものは置かないっていうふうに決めてもらったらいいだけの話で、たとえねそういうのができてもメンテナンスしたらね、それはお金かかりますよ、だけど良くなりますからって言って、だから20年に1回ぐらい
らいメンテナンスするぐらいの感じで考えられたらどうですかって言って、やっぱり数万円はかかるんですね。一回削ってでまたこう塗装するっていう。でもそれ無垢の木だからできるんですよ。で合板はねそれできないんですよ。剥がれてしまうこう削ったらね。だからもう傷をつけないっていうのがまず第一になるけど、本物はしっかりねそういうのを取り込んで使ってもらったらいいかなっていうふうに思いました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。